紹介するのはこのマーク2ですね。純正の5速マニュアル車、グランデ IRV。ホイールはね、ワークのエモーションの19だね。これはねブリットのジータ4ってやつだね。こっちの方が全然回ってる。よし君こんにちは。こんにちは。大丈夫ですね。はい、はい、やっていきましょう。1月24日2時38分、気温は現在5度です。寒いっす。ちょっと寒いですね。マジ寒いね。寒いっす。マジで寒くて、はい、この動画を撮るのに30分ぐらい待機してた。ちょっと、勇気なくて。ちょっと勇気いるよね。はい、まあやっていきましょう。今日紹介させてもらうのはこちらの車です。わかりますね、はい、何の車ですか？マーク2。マーク2ですよね。はい。型式は110系。110系、正解です。はい、そう。うちはさ、専門店じゃないんだけど、はい、100系の話がめちゃめちゃ多くて、はい、100系たくさん売れる、たくさん売れてるところに買ってほしいってことで100系たくさん買い取りしてる、はい、そんなやり取りをこうしてる中で、はい、特に買い取りでうちに売ってくれるお客さんからよく言われるのは、専門店で売りたかったんですと。100系の専門店で私車売りたかったんですとか、100系専門店に僕の車扱ってほしくて問い合わせしてきましたっていうお話をよくいただくんですけれども、はい、専門店じゃないんですね。スポーツカーは得意でありながら、100系は別に専門ではない、はい、ないんですけど、まあ、台数はとにかく多く扱ってるので、はい、取り扱い台数多いんですけれども、まあ、ご存知のように、まあ、人気があってかっこよくて、まあ、エンジンも素晴らしくて、その結果どうなってるかっていうと、まあ、25年経っちゃったっていうのもあって、はい、値段がめちゃめちゃ高い。マジで高くなってますっていう感じでしょ。はい、そうだよね。はい、でなんですけれども、同じエンジンを積んだそのマーク2の100系の後継モデルですね。110系になります、はい、その次のモデルなんですけれども、こっちの方が断然安いんですよ。年式が新しい、モデルも新しい、はい、にもかかわらず値段が断然安いと。普通に考えればこっちの方がいいじゃん。そうですね。いう感じです。はい、でもう先に値段の方をお伝えすると、はい、もう貼ってありますよね。この車はですね、2002年式、平成でいうと14年式になりますね、の走行距離が15万キロ、修復歴なし、グランデ IRV っていうので、まあまあ100系でいうならば、ツアラー V です、はい、グランデがつくんで高級志向のツアラー V って言ったらいいかな。高級志向のツアラー V のグレードになってます、はい、で値段は245万円という感じです。前回紹介したワインレッドのマーク2ありましたよね、はい、あれも、ツアラー V で15万キロぐらいちょっと走ってたんでね、はい、であれの買ってもらった値段が大体350万ぐらいでしたから、100万円ぐらい安いわけですよね。全然違うでしょ。だいぶ違います。新しいのに全然違うんです、はい、っていうところなので、まあ確かに100系かっこいいよ。かっこいいのは分かりますけど、はい、予算にも限りがあるじゃないですか、はい、ね、俺だって欲しいっつったらさ、34GTR の V スペック2ニュールとか5000万とかで欲しいわけですよ。買えないじゃん、はい、でしょ。 LFA とか今もう1億超えてますから。ああすごい。1億じゃないな、あれ多分もう2億ぐらいないと買えないかな。そんな感じですね。オークションの相場とか見てるとね、2億円ですよ。でもちょっと話ずれるけどさ、はい、前やってた会があるよね、はい、あの時俺 LFA の買い取り商談やってたの知ってる？あ、そうなんですか。そう、一回ね、八王子のお客さんで、はい、LFA を売ろうかどうしようか悩んでる。だからその時あの店はレクサスとか扱ってたじゃん、はい、だから LFA 売ろうかどうしようか悩んでるっていう話があって、はい、で3300万だか3400万で買いますってところまで話まとまったの。はい、なのに途中のギリギリでなんか息子にあげるだかなんだかって言ってちょっと嘘か本当か分かんないけど、はい、まあ、結論流れちゃったの、はい、もうそれが今や2億ぐらいは必要なんだから7倍ぐらいになってるっていう、ちょっと桁が違う話なんですけどね。っていうのがあって、まあやっぱりね、皆さんその車に全振りしてる方もいらっしゃれば、まあいろんなね家庭があったりとかあるわけなので、予算に限りもあるでしょうから、はい、まあそんな方におすすめな車じゃないかなと思います。はい、100系と同じエンジンを積んだ110系のマーク2。でも俺結構人気あって好きだけどね。で前あった黒いやつもあれも結局ホームページ上げたらすぐ売れちゃったりとかして。ああそうですよね。はい。っていう感じでした。ただね、やっぱなかなかないです。探してるの結構仕入れるのを苦労してて、はい、常々狙ってるんだけど、なんかちょうどいいのが全然出てこなくて、でこの車はたまたまやっぱり出てきて変えて、でまあ内好みのちょっといじってある、エアロついてたりアルミ入ってたり、ブリッツのフルバケットのシートが入ってたり、まあマフラー入ってたりとか、はい、なんかこのまま乗っても全然恥ずかしくないっていうのが一応入ってきたので、まあ、今回ご紹介させてもらえればと思います。はい、OK ですね。はい、はい、じゃあやっていきましょう。100系よりも100万安い110系、ぜひご覧ください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。
よし君やっていきましょう。改めましてですけれども、今日紹介するのはこのマーク2ですね。年式が2002年式、平成14年式ですねの、3月登録の車です。平成14年式の3月っていうことは22年落ちです。ということは25年落ちまであと3年ですか。言い方変ですけど、結構ここら辺狙ってる海外の方も多いので、やっぱり25年経てば上がってくんじゃないかなっていうふうに僕は読んでます。最終が確か平成17年とかだったかな、18年とかだったかななんですけれども、年式新しい目の車の方が値段が上がるのが早いので、言い方変ですけれどもおすすめです。ちょっと話ずれちゃいましたけれども、車の内容は平成14年式、西暦2002年式ですね。走行距離が15万1500キロで、グレードはさっき言った、グランデ IRV、100系でいうならばツアラ V と同じグレードという感じになってます。でシフトは、純正の5速マニュアル車、修復歴はなしという感じの車でございます。で値段が、245万円ですね。なんかちょっと安く感じるかなっていう感じじゃないかなと思います。でパッと一周見ていただくと、さっき言ったようにうち好みの、ちょっといじったぐらいな感じのライトチューン車両っていうんですかね。外装もね結構傷そんなになくて綺麗なので、そこら辺紹介していければと思います。じゃあまずは、社外品の説明からと、あと外装の部分の説明、外装からいきましょうか。まずですね、このフロントリップスポイラー、これハーフスポイラーかな、かぶせてるタイプなんだけど、これごめんなさい、ちょっとメーカー分かんなかったです。でも社外で、ついておりますという感じです。で、ちょっとね傷とかあったんだけど、これうちの板金屋さんで直してもらったんで綺麗になってます。で、横行くとフェンダーのところね、ちょっと車高がこんだけ低いからさ、多分切って当たっちゃってだと思うんですけど、ちょっとタッチペンの跡がありますけれどもね、こんな感じになってて、ホイールはね、ワークのエモーションの19だね、19インチが入ってます。フロント2253519、リアは同じかな、同じか、リアも同じかっていうのが入ってて、フェンダーの爪も折り曲げしてあるんで当たらないですよっていう感じですね。あとサイドに関しては、これちょっとね分かんなかったんだけど、これ多分マーク2ブリットのやっぱりサイドステップなのかなだと思うんだけれども、ついてます。多分ね純正品だね、いずれにしても社外じゃなくてっていう感じです。で、後ろに行っていただくと、これおそらく別のなんかハーフスポイラーついてた後だと思うんだけど、これにちょっと傷とかビス穴があるんだよね。多分エアロついてたんだけど、多分外しちゃってるような感じなんですけれども、後ろはノーマルバンパーで、ここら辺に傷ちょこちょこちょこっていう感じでございます。はい。でマフラーが、これもメーカーちょっと分かんなかったんだけれども、社外のステンレスのマフラーがついてると。さっき一番初めにねちょっと音してたけど、結構いい音してるでしょ。やっぱね 1J のね軽い音がしてますねという感じです。で色もこの純正のグレーなので、いいんじゃないかなと。あとアイラインか入ってって感じで、結構マーク2110系はなんかこの色で乗ってる人多いかな。こんな感じでございました。だからフロントリップ純正流用のサイドステップがついて、アルミ入ってマフラー入って以上みたいな形で万人受けする仕様ですよね。じゃあ次内装行ってみましょう。内装はねやっぱりこのフルバケが一番存在感がありますかね。これはねブリットのジータ4ってやつだね。多分一番新しいモデルになるかな。で結構日本人向けといいますかにフィットするような感じの仕様になってます。170センチぐらいまで、170センチ80キロぐらいまでを想定した作りみたいな、なんかホームページでいうとそんな感じで書いてあるんだけどね。日本人の体型でいうと大体そんな感じかな。だから俺だとちょっと座っちゃうけど、俺177、8ぐらいになるから、でも全然いいけどね。で体重が今70ないぐらいだけど、ぴったり。これで多分80キロとか変な話90キロとかさになっちゃうとちょっと横きつそうな感じでありますね。エンジンもじゃあちょっとかけちゃいますね。マジで寒い。ヨッシーのねカメラを持つ手がねでも動画ではしっかり紹介していかないとですよ。
はいじゃじゃん、こんな感じでした。そうで結構その内装に関してはさっき言ったそのシート、あとハンドルがあってワークスベルトこの取り外しできるやつね、いつもやってますけどみんなこれつけますけど、まあ乗り降りも楽だし、まあ盗難防止にもなるし、いいんじゃないかなと思ってます。あとはこれかな、トラストのこの追加メーター、結構いつも普通の場合はデフィの追加メーターとかをね結構みんなつけるんですけれども、これもねちょっと前に発売されてるモデルなんだけれども、結構新しい方の部類になりますかね。結構ね作りがちょっとこれずっと映しててほしいんだけどさ、ほらなんかこうちょっとかっこいいでしょ。でつける時もこうこんな感じでエンジンかけるとこんな感じなんですよ。でこのアナログチックなこれとこのメーターとデジタルの表示っていう形、こんな感じになってるんですよね。いいですね。うん。これが回転数とブーストとウォーターテンプかな。でこれ多分あれかな、直接つないでるんじゃなくて OBD とかで撮ってんのかな、まあ分かんないんですけど、まあ、いずれにしてもこんな感じです。ただどうだろう、俺は結構見づらいなんかやっぱり昔のデフィのこういうアナログの方が見やすいかな。デザイン性はすごくかっこいいんだけど、なんかちょっと見慣れねえんだよな、見た目はいいんだけどねっていう感じ。まあここは好みだと思いますし、まあ慣れの問題でもあると思うんで、多分これ慣れちゃえば全然これでいけると思います。であとはまあ、ナビゲーションが車外ついてるぐらいかな、って感じです。でマーク2はよくここのねエアコン、これはまあマルチじゃないから大丈夫か、ナビゲーションがさここに入っている純正のタイプとかだと結構それ壊れるとエアコンの操作が大変とかよく壊れるんですよっていうのがあったりとかですけど、まあ、これは普通に問題なくでエアコンの操作も問題ないし、まあ、ダッシュパネルなんかも、まあ、ひび割れとかが出てる車もちょこちょこ見受けられるんですけれども、まあ、それも問題なしという感じです。結構この年代、まあ、マーク2はそんなないんですけどね、クラウンとかだと結構ダッシュボードのねここら辺がバキバキに割れたりとかするんですよ、ひび入ってって、まあ、そういうのもこの車はないので全然いいんじゃないかなと思います。であとはクラッチ、このシャラ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 ってねなってますよね。小倉のシングルのメタルクラッチかが入ってるんだけれども、全然ねクラッチ柔らかいし普通に半クラあるし、そんなに乗りづらくもない、そんなに苦労しないです。まあ最近の車外クラッチは結構昔みたいにもう半クラなしでドンみたいなのはあんまりないので、まあ、結構誰でも乗れるんじゃないかなと思います。じゃあ次はエンジンルーム行きましょう。エンジンルームもほとんど手入ってないので、ついているのがインタークーラーもなしか、だからラジエーターが変わってるのとエアクリが HKS のエアクリがついてるのと、あとはスロットルコンバートキットっていうねプレミアムジャパンっていうところのキットが入ってて、まあ、レスポンスとかがだいぶ変わってると。スロットルコンバートキットっていうここに入れるやつなんだけどね、まあ、部品代自体は大した値段じゃないんだけど、まあ、変わってるんでレスポンスとかはかなりダイレクトになってるんじゃないかなという感じです。まあ、こんな感じですかね。はい。あとはアリーナホーンがついてるのかな、パーンとかっていうホーンですかね、だと思います。多分配線、この配線はそれだろうな。気に入らない人は取っちゃってもいいと思う。まあやっぱ電子も新しい分サビとかここら辺もそんなに出てないし、まあ、フレームなんかはねトヨタ車はそんなにサビ出る車じゃないのでいいんじゃないかなとは思いますね。そんな感じでした。寒い。はい。ではあとは、トランク下回りいきましょうか。トランクルームはこんな感じで、こんな感じですね。まあ特段やっぱり錆もなく綺麗な状態じゃないでしょうかとっていう感じです。でこっち側も特に問題なしという感じですね。こっちに関しても問題なしという感じですね。
であとは下回り見ていただいて、まあやっぱり特に問題なし。まあ逆に綺麗だよね。うん。という感じです。だからやっぱり年式が新しいっていうのは、まあやっぱこういうことよ。うん。で特にトヨタ車は錆があんまり出ない車なので、まあここからスタートしても、まあ、15万キロ走っていても、まあ、長く乗れるんじゃないかなと思います。じゃあ最後は皆さん大好きマフラーサウンドいきましょうか。まあこれはアイドリングですね。こんな感じですね。できますよ。すげえ回り方するよね。だってこれメーター、タコメーターちょっと映してほしいんだけどさ、そうだって前回前回ぐらいか、32GTR やったでしょ、R32GTR ね。であの時にナプレックのハイレスポンスキット入れてます、2.8 リッターにしてます、まあそういうのでこのレスポンスの良さが分かりますみたいな話をしてたじゃん。で感覚的にはこっちの方が全然回ってるもん。すごい回るでしょ。そうでこれはねあれなんですよ、 1JZ このエンジンってそもそもスタートの段階で結構いい作りしてるんですよ。フルカウンターのクランクシャフトとか全然わかんないでしょ。例えばそれを GTR とかでやろうとするとクランクシャフトだけで4、50万ぐらいかなしてエンジン下ろして開けて、でみんな変えてレスポンス良くしたりとかバランスを良くしたりとかするんですね。でピストンとかも単造のピストン入れるのにやっぱりエンジンばらしてとか、だからクランクシャフトとかピストンとか GTR でやるとすると一回下ろします、買います、組みますで初めてまた出来上がりみたいな感じなんだけど、マーク2のこの 1JZ って初めからこのフルカウンターのクランクシャフトが入ってたりとか、単造じゃないんだけどね、なんか半単造みたいな、まあ、いずれにしてもその硬いピストンが入ってたりとかで、ガスケットもメタルガスケットを使ってたりとか、まあそりゃ耐久性あるわっていう作りをノーマルの状態でしてるんですよ。だからやっぱりこのレスポンスの良さと何キロ走っても普通に元気に走ってる耐久性っていうのは、まあエンジンの中仕組みからついてるパーツから見ても納得できるっていう感じなんですよね。でまあトヨタのエンジンなんだけれども、ヤマハと共同開発、ヤマハも絡んでるとっていうのは、まあ、結構有名な話で、まあ、音もねやっぱいいですよね。ヤマハ楽器だからなのかな、違うかな、分かんないけどっていう感じでございました。ジェンシ君そんな感じで、はい、改めましてですが、今日紹介させてもらったのはこちら平成14年式、2002年式の、マーク2 JZX110 系のマーク2ですね、はい、グランデ IRV 走行距離15万1500キロ、周距離なし、シフトは純正の5速マニュアル、はい、値段は今のところ245万円という形になっております、はい、今のところっていうのは売れなければ値段をプライスダウンをしていくっていうのが一般的な車屋さんなんですよ、はい、うちもたまにそういうことを言っています、はい、まあ、一方でもう一方の今のところはまだこの車は22年落ちですか、はい、じゃあこれが24年落ち25年落ちになって、俗に言う輸出解禁みたいな時になったらどうなるかっていうのは分かりません、はい、まあ、そういう今のところもありますよね、はい、うん、まあ今ならこの値段でっていうところでございます、はい、OK ですね、はい、はい、でまあ多少ね車外パーツついてで今車検ないので、車をお引き渡しするときには、車検を取ってって感じになりますけれども、はい、車検を取るときは多分車高ちょっと上げないとダメかな。車高調だから簡単に上げられるんで、マフラー蓋して終わりっていう感じかな、はい、でシートに関してもフルバケだけどシートレールもブリットのシートになってて、はい、確かね、その適合書みたいな車検の時の書類とかもあるので、はい、このままシートに関しては車検取れる、安心してもらえばと思います、はい、じゃあ最後よし君質問なんかあれば。はい、はい、これが110系のマーク2ということで、はい、気になったのはチェイサーとかクレスタとか
100系であったじゃないですか。はい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 。その辺ってありましたね。その辺の車種ははい。どういうことになってるんでしたっけ？どういうことになってこのどこ行っちゃったんでしたっけ？この辺の年代だと。ですね、はいこの年代で、チェイサークレスタは、なくなりました。あ、ないんですか？もないんです。うそれは人気が。なんでなんだろうね。確かに、人気はあったと思うよ。特にチェイサーは。ですよね。その代わり何か新しい車ができました。あ、後継車。後継なのかな、あれを後継モデルなのかな、わかんないですけど、なんだかわかりますかって言ってもそこまで言ったらわかんないね。チェイさん次になるのかな、ベロッサ。ちょっと全然ピンときてない。そんな名前の車があったなぐらいしか。そう、ベロッサっていう車があるんですよ。はい。そう、形がちょっと独特な。ベロッサ。そう、ちょっと思い出せないですけど形。思い出せないでしょ。はい。あるんですよ。で、ただベロッサはぶっちゃけね、俺もね一回も売ったことないし仕入れたことない。まあ一つ言えるのはこのマーク2の兄弟車でベロッサっていうのが、同時期ぐらいに出ました。はい。で積んでるエンジン同じ110系、1JZ 積んであります。ただラインナップは全然分かってなくて、はい。多分ターボエンジン積んでるのはあるんだけど、オートマはもちろん設定はあるだろうけど、じゃあマニュアルの設定ってどんな感じなんだろう、あったのかな、多分あるんだろうけどさ、はい。もしくはクレスタみたいになくてみんな乗せ替えなのかな、ちょっと分かんないんだけど、いずれにしてもね、兄弟車でベロッサっていうのがあって、はい。で同じエンジンを積んでいるのがあります。はい。たださっき言ったように僕はちょっと扱ったことがない、仕入れたことないっていうのと、はい。あんまり人気がある方ではないかな。マーク2と比べたらマーク2の方が全然人気あるんで、はい。っていう感じです。はい。で値段もその割にはねそんなに安くないと思うんだよね。やっぱり 1J 積んであるからさ、はい。っていうのがあります。ちょっと機会あったら俺もオークションウォッチしてみて、はい。変な話これ245万でしょ、はい。ベロッサにしたら150万で売れますっていうんだったらはい。全然ベロッサ仕入れてもいいと思うんで、ちょっと見てみたいですね。ちょっと相場ね、見てね、そこはラインナップの横展開も含めてね、はいやってみてもいいんじゃないかなと思います。はい。 OK ですね。はい。はい、でおかげさまで年始にさ車がないって言ってたはい。から今めちゃめちゃ買い取りいただいてまして、おお。すごい。もう本当ありがたいことで、はい。なのでもうじき車がだいぶいっぱい揃ってくるような状況ですし、はい。ホームページ上がってないけれども100系チェイサーワンオーナー8万キロぐらいのやつとか、はい。マーク2の110系の8万キロ台、はい。 5万キロ台、8万キロ台とかめちゃめちゃいい車今度入ってくるんですよ。そんな。何台かちょっと実は入ってるんですけど、ちょっとお披露目できないのでね、はい。っていうのもあったりとか、シュリビア仕入れてたりとか、いろいろやってます。今後引き続きまた見てみてもらえればと思います。はい。 OK ですね。はい。はい。じゃあ本日ありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。お願いします。100系のチェイサー言ってくれたお客さんはこの YouTube をちょっと楽しみに、フルノーマルです。こういう車はねオークションじゃ買えないんですよ。しかもワンオーナー、しかもライトとかめちゃめちゃ綺麗でしょ。76,700キロ、76000